後に世界一の投資家と呼ばれるウォーレン・バフェット。彼は1930年アメリカネブラスカ州オマハに生まれます。今回は世界一の投資家バフェットからお金の稼ぎ方を学びましょう。バフェットは6歳の幼少期から小さなビジネスを始め、銀行口座を開設していました。いらっしゃいませ。コーラとガムはいかが？いやーバフェット、いつもありがとう。いただくよ。うわー、拾うぞー。子供は元気があって気持ちいいな。ふう、今月はこんなもんか。まあまあかな。毎月コツコツと稼ぎ、11歳までに貯めた金額は120ドル。なんとこの金額は大人よりも稼いでいたのです。バフェットは11歳の頃、1株38ドルで初めて株を買います。おいおいマジかよ。買った株は27ドルまでまさかの暴落。40ドルまで株価が戻ったところで売却しました。なんとか持ち直したけど、しかしその後手放した株価が200ドルまで上昇します。くっそー。でも今回のことで学んだこともあるぞ。バフェット少年はこの経験から投資には我慢も必要と学びました。バフェットはワシントン DC の高校へ入学。高校3年の時にある買い物をします。このピンボール代はいくらですか？25ドルだな。買います。これください。そうして買ったピンボール台はなんと理髪店に置いたのです。理髪店の待ち時間が長く、お客さんが暇を持て余しているというところに目をつけ、理髪店にピンボール台を設置したら遊ぶのでは？バフェットは考えたのでした。やった！間違いなかったんだ。何時間でも待てるぜ。いや、それは嫌だよ。バフェットのピンボール台設置は週に50ドル以上稼ぎ出すビジネスになったのです。私に譲ってくれないか？お売りします。25ドルで始めたビジネスは1200ドルの値段で売却することになります。高校卒業時のバフェットの貯金額はなんと9000ドルにもなっていました。1947年高校を卒業したバフェットは父親の勧めでペンシルベニア大学ウォースクールファイナンス学科に入学しましたが、時間の無駄だ。当時からビジネスに興味のあったバフェットは講義の内容に全く興味が持てず、ペンシルベニア大学を中退し、ネブラスカ大学、リンカーン校に編入し、1年で多くの科目を修了。1950年に大学を卒業します。運命の出会いは一冊の本からで、賢明なる投資家へ。なんてすごい本なんだ。現在でも読み続けられている本を書いたのがベンジャミン・グレアム、人生の恩師との最初の出会いでした。彼がコロンビア大学の教職をしていることを知り、コロンビア大学のビジネススクールに入学。グレアムさんはガイコって会社の重役でもあるのか。バフェットは電車に飛び乗り、ワシントン DC のガイコ本社へ向かいます。グレアムさんに会いに来ました。バフェットです。絶対に会うまで帰らない。おいおい、いい加減にしないか。ドアが壊れるじゃないか。そこで出会ったのがガイコの副社長であり、後に友人となるロリマー・デビッドソンでした。そろそろ就職か。就職はウォール街でしたいな。いやダメだ。ただでもいいのでグレアムさんの会社で働かせてください。すまないバフェット。1951年、グレアムの下で働くことはできませんでした。グレアムはユダヤ人のために雇用を確保しておきたかったのです。当時はユダヤ人の就職が困難だった社会的な事情があったのです。うちの会社で働いてくれ。バフェットは故郷のオマハに戻り、父の証券会社で働きました。お、ここならいけそうだ。バフェットはテキサコガソリンスタンドに資産の 20% を投資しましたが、結果は失敗してしまいます。こうした経験から、難しいビジネスよりも簡単なビジネスを投資対象に選ぶことが成功の王道パターンだと分かったそうです。ごめんスーザン、待った。この頃に奥さんとなるスーザン・トンプソンとの交際を始め、婚約。なんとその時には資産の 6% の価値の婚約指輪を贈ったとされています。そして翌年1952年に結婚し、長女のアリス、長男のハワードが生まれました。バフェット、うちの会社とパートナーシップを結ばないか？グレアムさん、僕はずっと待っていました。24歳になったバフェットは証券アナリストとしてグレアムの会社に入社しました。2年後、当時60歳を超えていたグレアムは引退し、会社は解散しました。家族みんなでオマハに帰ろう。バフェットは故郷オマハに戻り、中古の家を買って会社を作りました。この中古で買った家には現在も住んでいるそうです。ビジネスを大きくするにはさらにお金が必要だ。バフェットは医師や家族、親しい友人などから資金を集めて、さらに多数のファンドをバフェットパートナーシップにまとめ、投資の規模を拡大しました。そして繊維業のバークシャーハサウェイが1株当たり8ドル未満で売られていることを知り、バフェットは考えました。経営さえ改善したらもしかしたらいけるぞこれは。創業家との衝突を経て1965年バークシャーハサウェイの経営権を取得します。その後バークシャーハサウェイはメイン事業の繊維業の他にも様々な株や企業の買収をしていきました。13億ドルまで来た。まだ行くぞ。1983年企業買収などが功を奏し、13億ドルもの価値があると言われるまでに成長しました。けれどその2年後、繊維業はもはや厳しいな。
バークシャー・ハサウェイのメインであった繊維業は当時のアメリカでは斜陽産業となりつつありました。優秀な人材やお金を注ぎ込みましたが、赤字を抱えついに再建することはできませんでした。この経験から消費者自らが喜んで選ぶようなブランドや商品を扱っている企業に投資するようになりました。しかし保険産業投資を中心に会社はさらに大きくなります。よし、コカ・コーラの株を買おう。なんたって毎日飲んでるからね。1988年からコカ・コーラの株を買います。翌年にはバークシャー・ハサウェイの株価は4800ドルから8000ドルへと急成長を遂げ、バフェットの資産が約42億ドルになりました。ハンバーガー、具とソース抜きで、あとチェリーコークもね。マックはやめられないよな。バフェットはかなりの偏食家で、チェリーコークを1日に何本も飲み、ジャンクフードを好み、医師からは常人ならとっくに死んでいると言われたこともあるくらいです。チェリーコーク最高。あなた太ったわね。現在も会社は成長し続け、2018年時点で従業員数約39万人、売上高は日本円にして約27兆円にも上る大企業へと成長させたのです。ここまでバフェットの投資家としての人生を追いました。バフェットは今でも世界6番目のお金持ち、91歳になりますが、毎年やっているちょっと面白い取り組みがあるのです。私と一緒にランチをせんかね。それはバフェットとランチをする権利のオークションです。オークションはなんと1億円以上で落札されています。今日もたくさん稼いだぞ。オークションの落札金額はバフェットの懐に入るわけがありません。ホームレスの支援をしているグライド財団に全額寄付されています。なのでご安心ください。世界一の投資家ウォーレン・バフェットからたくさん学べましたね。面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。